台所に物はたくさんあるのになぜか食事の支度がしづらい。冷蔵庫も食器棚もいっぱいで何がどこにあるのかわからない。実はその原因は片付けが苦手だからではありません。家族の人数は変わったのに台所だけがあの頃の時間のまま止まっていただけなんです。こんにちは。黄金の暮らし手帳です。今日は無駄買いを減らしながら台所に余白を作る8割空っぽの台所習慣をお話しします。8割空っぽと聞くと何もない殺風景な台所やとにかく全部捨てる暮らしを想像するかもしれません。夫婦2人暮らし70代の小川静子さんも最初はそう感じていました。子供たちがいた頃の大きな鍋、念のために取っておいた保存容器、いつか使うと思って残した食材、どれも大切にしてきたものだからこそ簡単には減らせなかったんです。けれど今日目指すのはただ物を減らすことではありません。今あるものが見えて最後まで気持ちよく使い切れること、そして自然と無駄買いが減っていく台所のいい流れを作ることです。これから10年先も軽やかな足取りで気持ちよく台所に立つために冷凍庫の迷子をなくす方法、食材をためずに流すコツ、そして今の夫婦2人にちょうどいい鍋や食器の整え方まで一つずつ順番にお話ししていきますね。今日から台所に余白を広げながらつい買い足してしまう不安も使い切れない焦りも一つずつ軽やかに手放していきましょう。最初に見直したいのは冷凍庫です。台所で一番念のためがたまりやすい場所ですよね。奥から霜のついた食材が出てきたことはありませんか？いつか使うと残したものが今ある食材を見えにくくし台所の流れを止めていることがあります。冷凍庫はとても頼りになる場所ですよね。半端な食材や保冷剤、とりあえず冷凍しておけば安心。それは家族の食事を支えてきた大切な習慣でもありました。でも夫婦2人の暮らしになった今、あの頃の安心の形が今の台所では合わなくなっているのかもしれません。本当に安心なのは冷凍庫がぎっしり詰まっていることではなく、何があるかすぐ見えて美味しいうちに使い切れること、その中身が見える安心がこれからの台所を軽くしてくれるんです。静子さんもかつては冷凍庫を貯蔵庫のように考えて食材をとにかく詰め込んでいました。ある日冷凍の魚を探そうと手前の袋を動かすとカチンカチンの保冷剤が足元へ崩れ落ちました。奥から出てきたのは霜で日付も読めない小さな包み、それが何なのかも分かりません。節約のつもりが食べる決断を先延ばしにする場所になっていたんです。忘れるほど詰め込むと食材はあるのに使えないものに変わります。そして見えないからまた買い足す、それが無駄買いの入り口でした。冷凍庫は何でも入る保管庫ではなく、近いうちに使い切る仮置き場と考えてみる。それだけで使い方はぐっと軽くなります。まずは保冷剤を必要な数に絞り、早めに使う食材を手前に置く。静子さんも明日のお味噌汁に、お昼の炒め物にと食材に役割を与えながら一つずつ使い切っていきました。以前なら空いた場所を見て何か入れておかないと不安、まだ買い足せる、そう感じていたかもしれません。けれど今は違います。奥まで見えるから今あるものを大切に使い切れる。無駄なものを買い足さずに済む。冷凍庫の余白は料理を楽しむための大切な心の余裕なんですね。あなたの冷凍庫にも何ヶ月も時間が止まったままの食材はありませんか？夕飯の支度で開けたついでに奥の包みを一つだけ手前に出してみてください。中身がちゃんと見えるから安心できる。そんな冷凍庫に整えていきましょう。
そして冷凍庫の見通しが良くなると、食材を使い切るアイデアも自然と浮かぶものです。2つ目は、食材はしまうより流すことです。買ってきた食材をとりあえず冷蔵庫へしまう、その当たり前の習慣が台所全体の流れを止めていることもあります。もったいないと奥へ追いやり、そのまま忘れてしまう。それは食材を大切にしているようでいて、実はその良さを生かしきれていないのかもしれません。きれいな川の水はよどまず流れているから美しく保たれるものですよね。食材もまた冷蔵庫の奥で止めておくより、料理に使われ体を満たしてこそその良さが生きていきます。しまっておくだけでは食材はまだ暮らしの力にはなっていません。食卓に上り美味しくいただいて初めて今日を支える力になってくれるんです。使い切るという言葉を聞くと、残さず食べなければ無駄にしてはいけない、そんな風に感じる方もいるかもしれません。でもだんだんと食べられる量も料理にかける気力も少しずつ変わっていきますよね。だからこそ体と心にゆとりを持って美味しくいただけるうちに気持ちよく次の一品へ回す、そんな使い方もこれからの暮らしには合っているのかもしれません。半分残った野菜は漬物やおひたしにしたり、湯気の立ったお鍋に細く切って味噌汁やスープの具材にする。半端なきのこなら炊き込みご飯にする。一度開封したものは目につく場所に置いて早めに使い切る。それだけで無駄にしなかったという安心が胸に残ります。そうして食材が冷蔵庫の奥から食卓へ流れていく。その時初めて食材は暮らしの中で役目を果たしてくれるんですね。静子さんも野菜室の手前に早く使う場所を作りました。早めに使いたい食材をそこへ集めておくだけで、冷蔵庫の中に空気の通り道が生まれます。手前を見れば今日使うものがわかる。すると献立に迷う時間も減り、買い物前の何か足りない気がするという不安も軽くなっていきました。買わない我慢の節約は少し苦しいものですよね。でもあるものがちゃんと使えれば買わずにいられる。我慢する節約ではなく、見えるから安心して続けられる節約。これが食材をしまうより流すということなんです。今日冷蔵庫の目につく場所に先に使うもののスペースを一つ作ってみませんか。それだけで冷蔵庫の中の流れが変わり、買いすぎを防ぐきっかけにもなります。奥で止まっていたものが暮らしの中を巡り始めると、毎日の献立もパズルを解くように楽しみながら考えられるようになっていくんです。そして今の暮らしに必要な量が分かってくると、次はそこに合わせる道具たちです。3つ目は鍋とフライパンを今の人数に合わせることです。台所には家族の歴史が残っています。子供たちが家を巣立ち、夫婦2人の暮らしになった今も、家族全員分の食事を作っていた頃の道具がそのまま残っていることがあります。みんなで囲んだ土鍋、深いカレー鍋、焼きそばや炒め物をまとめて作ったホットプレート、それらは家族を支えてきた愛情の証です。けれど見方を変えると、昔の暮らしを支えてくれた道具が今の台所では出すにも洗うにも手間が重なって、料理を始める前から気持ちが重くなることがあります。そんな時は今の人数に合わせて置き場所や役目を見直す時期かもしれません。ある日の夕方、静子さんは煮物を作ろうとして棚の奥の大きな鍋を取り出しました。昔は何ともなかった重さがその日は少し腕にこたえました。ガチャンと音を立ててようやく出てきた鍋を見て、ご主人が何気なく言いました。その大きな鍋まだあったんだな。ずっと使っていなかったじゃないか。
静子さんはなぜか胸の奥がチクッとしました。昔は毎日のようにこの鍋で家族分の煮物を作っていたからです。子供たちがいた頃はたっぷり作っておくことが安心でした。でも今は昔と同じ量では食べきれず、冷凍したまま忘れてしまうことがあります。静子さんはようやく気づきました。道具の大きさも今の暮らしに合わせていいのだと。道具は多いほど便利、そう思いがちです。けれど使うたびに他の鍋をどかし、重い蓋を引っ張り出しているなら、その道具は料理を助けるものではなく、手間を増やすものに変わっているかもしれません。すぐ取れて、すぐ使えて、すぐ戻せる。夫婦2人の暮らしなら、よく使うフライパン、味噌汁用の片手鍋、少量の煮物を作る鍋、この3つが取り出しやすい場所にあれば、毎日の台所は案外回ります。もちろん暮らしの形は人それぞれです。誰かの持たない暮らしを真似る必要はありません。自分の暮らしを振り返って、毎日使うものは一番取り出しやすい場所へ、あまり使わないものはいきなり捨てずに少し奥へ下げてみる。それだけでも台所での動きは軽くなっていきます。鍋とフライパンを今の人数に合わせることは、これからも楽に台所に立つための整え直しです。道具の量が決まってくると、次は食器の数も今の暮らしに合わせて自然と見直しやすくなっていきますよ。4つ目は、食器は来客用より毎日使う分を中心にすることです。食器棚の奥にいつか使おうと思ったままの器はありませんか？昔はお客様用にと揃えていた食器も、これからは自分たちの毎日のために使ってもいいんです。お正月や法事のための器、箱に入れたままの食器、いただき物のカップや小皿、どれもその時々の暮らしを支えてくれたものです。けれど普段使いの器が奥に追いやられているなら、食器棚の役目を見直す時期に来ています。食器は棚の奥にしまっておくより、料理を乗せて食卓に並んだ時にこそその良さが生きてくるものです。大切な食器ほど特別な日のためだけでなく、今日という日のために使ってもいい。むしろ毎日の食卓で使われることこそ、その器にとって一番幸せな役目かもしれません。ある日、静子さんは娘から送られたまま箱にしまっていた淡い花柄の小皿を食卓に出してみました。いつもの漬物を持ってそっと置くと、コトンと優しい音がしました。それだけでいつもの夕飯が少し特別な景色に変わりました。しまっていた器は使われて初めて暮らしの中で生き始めたんです。食器はたくさんあることが豊かさとは限りません。毎日を支えてくれるのは、朝のパン皿、昼の丼、夕飯の小鉢、そうしたよく手に取る器たちです。割れたらもったいないと奥へしまった器も、今日の食卓に出してみると暮らしにすっと馴染むかもしれません。料理を乗せて手に取って、やっぱり素敵ねと思える時間も、その器を大切にする一つの形です。誰かが来る日だけでなく、自分たちの食卓にも彩りを添える。器を選び直すことは数を減らすことではありません。今日の一食をもっと美味しく味わうための整え直しです。そう思えた時、食器棚はただの収納場所ではなく、今日の食卓が楽しみになる場所に変わっていくんです。食器棚の不便を見直していくと、今度は棚の奥で場所を取っているものにも目が向きます。気づけば収納を狭くしているもの。5つ目は、保存容器、空き瓶、袋を増やしすぎないことです。台所の収納がいつの間にかパンパンになるとき、そこを詰まらせているのは食材だけではありません。残り物を入れる容器、きれいな空き瓶、畳んだレジ袋、輪ゴムやクリップ、使いかけのジッパー袋、
蓋が合わないプラ容器。こうした保存するためのものはあると便利で暮らしにも欠かせません。でも増えすぎると食材を使い切るはずの流れまで止めてしまうんです。静子さんも一時はパスタや乾物を瓶に詰め替える暮らしに憧れていました。でも続けるうちに整った見た目の裏で瓶の数も入れ替える手間も増えていきました。何かに使えるかも、そう思って残した瓶はいつの間にか棚の奥を占領していました。保存するために残したはずの瓶が気づけば食材をしまう場所を狭くしていました。保存場所を必要以上に増やすとその分だけまだストックできる場所があるという小さな油断が生まれます。その気持ちが気づかないうちに買いすぎにもつながり、肝心の中身を使い切る流れを自分で止めてしまっていたんです。大切なのはおしゃれに見せることより中身がすぐ分かり、さっと取り出せて美味しいうちに使い切れること。詰め替える時間や管理する手間が減ると買い物も食材の流れも驚くほどシンプルになっていきます。引き出しを開けた時、これは最近使ったかしら、そう思う容器が一つはあるかもしれません。蓋が合うか、中身が見えるか、また使いたいと思えるか、そんな目で見てみるだけで十分です。保存のために残したものを減らしていくことは暮らしを不便にすることではありません。自分が楽に動けて食材を気持ちよく使い切る場所を作ることです。容器が減るとしまう場所に余白が生まれます。その余白が台所に立つ気持ちまで軽くしてくれるんです。食材を流し、道具を今の人数に合わせ、食器を今日のために使い、容器を増やしすぎない。そうやって台所に優しい循環が生まれると、最後にやっと気づくことがあります。それは収納はすべて埋めなくてもいいということ。最後の6つ目は収納を全部埋めないことです。引き出しがぎゅうぎゅうで開けづらい、食器棚も冷蔵庫も奥まで見えない。それなのに少しでも空きができると、ここにまだ何か入るかしらとつい埋めたくなることは誰にでもあるかもしれません。でも収納は埋めるための場所ではありません。今あるものが見えて使ったものをすぐ戻せる、その余白がある台所こそこの動画でお伝えしたい8割空っぽの台所です。私自身も一度冷蔵庫と食品棚を思い切って見直したことがあります。棚の中の8割以上が物で埋まっていて、余白はほんの少しだけ。息苦しいほどぎゅっと詰まっていました。物と余白の割合が逆転した瞬間、台所の空気がふっと軽くなったんです。ただ物を突っ込んでいた頃よりも、何を残すか、どこに置けば使いやすいか、そんなことを考えるのがむしろ楽しくなっていきました。開けておくのはもったいない、足りなくなったら不安、そう感じていた空きスペースが中まで見渡せる確かな安心に変わると、今あるもので大丈夫、そう思える気持ちの方が少しずつ大きくなっていきます。そんな台所だからこそ、10年先も20年先も心地よく立ち続けられる場所になっていくんです。今日たった1箇所でも8割の余白を作れそうな場所はありましたか？冷凍庫、食品棚、引き出し、よければコメントで気軽に宣言してくださいね。このチャンネルでは60代からの暮らしを心地よく整える片付けや掃除、物との向き合い方をお届けしています。無理なく自分らしく整えていきたい方はチャンネル登録や高評価、ハイプでも応援いただけると嬉しいです。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。これからも自分らしく過ごせる台所を整えていきましょう。